こんにちは、UCG です。今回は G ブラシでターンテーブル動画を作成する方法を解説します。まずは出力したい動画のサイズを指定します。ドキュメントから比率をオフにします。オンの場合は現在のキャンバス比率に固定されてしまうためです。今回は 1920×1080 にします。リサイズを押します。リサイズのダイアログメッセージが表示されるので、はいを押します。すると自動的に 2.5D モードになるので、一度コントロールプラス N でキャンバスをクリアします。続けてキャンバス内でドラッグし、モデルを描画します。T キーを押し、エディットモードに戻します。ムービー、ターンテーブルを押すと、ターンテーブルの録画が開始されます。一度録画してみます。録画が完了しました。ムービー再生を押すと、録画したターンテーブルを確認できます。しかし録画を確認してみると問題点があります。1、UI が映っている。2、画面サイズが小さい。3、マウスカーソルが映っている。4、右下にロゴが入っている。5、フェードインとフェードアウトが入っている。これからこれらの問題点を改善します。1、UI が録画に映らないようにする。ムービーを開き、ウィンドウをドキュメントに変更します。2、画面サイズを大きくする。中央大に変更します。3、マウスカーソルが録画に映らないようにする。モディファイアを開き、カーソルサイズを0にします。カーソルサイズが0以外だとマウスカーソルが映ります。4、ロゴが録画に映らないようにする。イメージオーバーレイを開き、透明度を0にします。透明度が0以外だとロゴが映ります。5、フェードをなくす。タイトルイメージを開き、フェードイン時間とフェードアウト時間を設定。フェードイン時間が0以外だとターンテーブルの最初にフェードインが挿入されます。フェードアウト時間も同様にターンテーブルの最後にフェードアウトが挿入されます。今回はフェードは必要ないので0にします。また回転の速度を変更したい場合はフレーム回転の値を変更します。値を小さくすれば速く、大きくすれば遅くなります。回転数を変更したい場合は回転サイクルの値を変更します。現在は1になっているので1回転で終わります。これで設定が完了したのでもう一度録画します。しかしこのままターンテーブルを押すと前回の録画の続きに録画されてしまうので、削除を押し前回の録画を削除します。ムービーファイルを保存するかどうかのダイアログメッセージが表示されるので、いいえを押します。影やフィルター等レンダリング結果をターンテーブルに含める場合はシフトプラス R キーを押すか、右側のシェルフにある BPR を押し、あらかじめレンダリングした状態でターンテーブルを押します。ターンテーブルを押し録画します。録画を確認します。問題点が改善されています。エクスポートを押すと動画のファイルとして保存できます。H をオンにしてエクスポートすると高品質でエクスポートできます。以上で解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。